こんにちは、シャチパンです。さて、本日の動画は TP-Link の2023年3月発売予定の無線 LAN ルーター Archer AX3000 のレビューをしていきたいと思います。TP-Link は無線 LAN ルーターで世界シェアナンバーワンを誇るメーカーで120カ国以上で製品展開しています。日本でも量販店で見かけた方も多いとは思いますが、コスパに定評があり1万円以下の Wi-Fi6 ルーターで日本シェアナンバーワンになったこともあります。今回紹介しますのは TP-Link の現ラインナップの中でミドルクラスのモデルです。スピードや安定性をしっかり検証していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。ということで早速やっていきましょう。今回は外観、特徴、スピード、同時接続、中継機能、価格、総評という流れでご紹介していきます。まずは外観です。本体はよくあるルーターの形となっていて、かなりコンパクトな印象。デザインもステータスランプと、あとは WPS とリセット用のボタンがあるだけのシンプルな構成です。WPS はボタン一つで簡単に無線設定するための仕組みです。ルーターと接続したい対応無線端末のボタンを双方押すだけで、パスワードなどを入力せずとも自動設定ができます。TP-Link のルーターというと、これまでタカアシガニのような形状でしたが、本体が大きくスペースを取るので、日本の住居事情とはあまり合いませんでした。今回はそこらの事情を組んでのことかと思われます。背面端子は 1GBps の WAN と4口の LAN を備えます。多くの家であるであろう回線終端装置とは WAN、有線接続したい機器は LAN につなぎます。一般の使い方ならば問題ないでしょう。AC アダプターは決して大きくはないですが、このような形状なので、タコ足配線で使っている方はぶつからないか大きさに注意しましょう。取説や接続ガイドもしっかり日本語対応していて安心できるポイントです。続いて特徴です。本機は新しいモデルなのでミドルクラスではありますが、欲しい機能は基本的に備えています。現在スマホなどでも急速に普及してきている Wi-Fi6 に対応。アンテナも4本あります。逆に今買うとしたら、少なくとも Wi-Fi6 には対応しておいた方が良いですし、アンテナも4本以上が望ましいです。アンテナは多ければ多いほど同時接続に強くなり、上位モデルとなると6本や8本のモデルもありますが、中継機を用いる場合や複数台のスマホや PC で一斉通信するような環境でなければ、4本でも事足りることが多いでしょう。またIPv4 over IPv6 にも対応します。IPv4 over IPv6 とは、一言で言うとフレッツ光回線の通信速度低下を回避するものです。休日の夜など回線が重くてなんかつながりづらいなぁと感じたことはありませんか？フレッツ光回線は利用者が多いので、混雑によりこのようなことが起きてしまいます。そんな中、IPv4 over IPv6 に対応していると、別ルートで接続するイメージに近く、速度低下なくスムーズにネットに接続することができます。フレッツ光回線を利用していて、これが原因で回線が遅いのであれば、100億%対応した方が良いでしょう。ちょっと前まで海外メーカーのルーターは非対応なものが多かったのですが、最近では徐々に対応しつつあります。ただし、一つ注意点としては、契約中のプロバイダーによっては非対応となることです。プロバイダーとは、回線をインターネットとつなげる役割を担う接続事業者のことです。皆さんもインターネットに接続しているのであれば、必ず契約しているものです。どのプロバイダーならば良いのかについては、メーカーホームページでこのように案内されています。例えば、本ルーターであれば V6 プラス、OCN バーチャルコネクト、デュアルスタックライトというサービスに対応しているので、発売前なので確定ではないのですが、ご覧のプロバイダーには対応する予定だということが予想できます。
ここに書かれていないプロバイダーでも V6 プラスなどにサービス対応していれば基本的に問題ありませんので、現在契約しているプロバイダーはどこなのか確認すると良いでしょう。 IPv4/IPv6 を利用したい場合はどのメーカーの製品であっても確認する内容ですので、少し複雑な部分ではありますが、快適な回線のため試練だと思うことにしましょう。なお IPv4/IPv6 についてより詳しく知りたい方は過去こちらの動画で解説していますので、後ほど概要欄から参考にしてみてください。続いてスピードです。早速 Wi-Fi 6 対応 PC と Wi-Fi 5 対応 PC の接続をし、速度テストアプリで測定したところ、ご覧のようなスコアとなりました。混雑している休日夜で Wi-Fi 5で 230Mbps、Wi-Fi 6 で 300Mbps といったところです。通信速度としては十分なスピードと言えるでしょう。ただし、この手の速度テストアプリのスコアは測定時の瞬間的なスピードに過ぎなく、安定してスピードが出ているかはまた別問題です。実際アプリで高スコアが出ていたとしても回線が不安定になることはありえますので、目安として捉えるのが良いでしょう。ということで今回は追加として簡単なプログラムを組んで速度安定性の検証も行いました。レンタルサーバーに適当なファイルを置き、これを5分ごとに10回ダウンロードするスピードを実測平均し、これを24時間実施、計5760回分のデータを自動取得しました。それをプロットしたものがこれです。横軸が1日の時間、縦軸がスピードです。回線が重くなりがちな休日1日分の測定データで、オレンジの Wi-Fi 6、青の Wi-Fi 5ともにご覧のようにスピードが1桁台まで頻繁に落ちることなく、特に Wi-Fi 6の方が安定していることがわかります。時間帯によってはスピードが低下することもありますが、許容範囲内のスピードかと思います。実際にオンライン対応ゲームなどをしてみましたが、特に不安定になることはなくて、スプラトゥーン S ランク帯の嫁版もこのようにどうやらご満悦な様子。使っていて明らかにつながりづらくなったなっていうケースは今のところありませんでした。続いて同時接続です。アンテナが4本ということで、どの程度の端末を同時接続すればスピードが落ちるかを見てみましょう。先ほどの構成に加え、シャチパンの家にある他の端末もつないで負荷テストしてみました。テレビ2台、スマホ2台、PC3 台、タブレット2台、ゲーム機2台をそれぞれ負荷のかかりそうな 4K 動画を視聴したり、オンラインゲームをして速度を測定してみます。するとご覧のようになりました。確かにスピードは落ちましたが、この程度の負荷では許容範囲です。4本のアンテナでも十分な方は多いのではないでしょうか。次に中継機能です。ルーターを新しく買っても特定の部屋に電波が届きづらいなと感じることがお住まいの環境によってはあります。こういった場合は中継機を中間地点に置くことで電波が届くようになり、改善が望めます。本機には対応中継機もあり、このようにコンセントに挿して使うことができます。場所を取らないのは嬉しいですね。また本機は先ほどの中継機をサテライトルーターとして使うことでメッシュ Wi-Fi も構築できます。普通の中継機は電波を中継して電波の届く範囲を広げるだけで処理はメインルーターが行いますが、サテライトルーターはそれぞれがメインルーターと同じ働きをします。これにより接続端末が多い混雑時にメインルーターの負荷を避けられ、高速化が見込めます。それからメッシュ Wi-Fi は電波の強度をもとに自動的に接続先が切り替わるため、家の中を歩き回ると接続が途切れるといったことを防ぐことができます。なお広範囲をカバーし処理を分散できるメッシュ Wi-Fi ですが、
メインルーターの処理が混雑していない場合は単体時より速度はわずかに落ちます。一人暮らしや接続端末が少ない場合はメッシュ Wi-Fi は不向きです。それからメッシュ Wi-Fi は基本設定が自動で行われるので初心者には優しいですが、自分でネットワークを細かく設定したい方にも向きません。ご自身の環境や使い方で決めると良いでしょう。またメッシュ Wi-Fi の規格は現在のところサテライトルーターは TP-Link 独自規格ワンメッシュのみの対応ですが、本ルーターは標準規格である EG メッシュにも対応しています。これによりプロトコル上は理論上他社製品と組み合わせても使うことはできます。続いて価格です。本機は税込みで1450円となります。これだけのスペックでこの価格は良コスパと言えるのではないでしょうか。少し前までは IPv4 オーバー IPv6 に海外モデルは対応しておらず、実用的とは言い難いことも多かったですが、本モデルでは思いつく機能が大体搭載されています。加えて Wi-Fi6 は2019年からスタートした Wi-Fi 規格ですが、3、4年して対応端末も増えてきています。そのため買い替えには絶好の機会かと思います。逆にこの機を逃すと来年2024年には次期規格である Wi-Fi7 のスタートが予定されていますので、使っているうちにスピードに不満を感じることもあるかもしれません。それは無線規格のスピードが上がると普段使っているサービスなんかもどんどん大容量データを扱うことが増えるからです。加えて今の時代は従来インターネットに接続されていなかったさまざまなものがインターネットにつながる時代です。昔は早かった回線が今は遅いなと感じる要因の一つでもあります。個人的には規格が新しくなった後、対応端末が増えてきた頃合い前後に買い替えるのが良いのかなと思います。およそ5年程度のスパンで新しくなっていくので、それくらいのペースで買い替えが望ましいでしょうか。最後に総評です。本機は1万円程度で主要な機能を網羅したコストパフォーマンスの高いモデルです。コスパモデルとは言いつつも多機能でスピードに関しては満足される方も多いのではないかと思います。実際に使用してみて回線も安定しており、特に不便を感じなかったことから中継機も使って多くの端末を接続してもトップスピードを維持したいって方以外にはお勧めできるのではないかと感じました。今ルーターが古くて新しいのに変えたいけど価格と性能のバランスの良いモデルをお探しであれば、ぜひ検討候補に加えてみてはいかがでしょうか。なるほどね。でもデザインはやっぱり角があった方がメカメカしくてシャチパンは好きかな。何それ？これ？これアンテナだよ。どうやって作ったの？トイレットペーパーの芯黒く塗って作った。うちそんなトイレットペーパーの芯あったっけ？昨日買いに行ってたじゃん。あれをちょっともらっただけだよ。じゃあ今あるペーパー芯ないってこと？まあ、そういうことになるかな。ちゃんと直しといてね。はい。